考実験シリーズ。今回は、哲学者フランク・ジャクソンが1980年代に考案したメアリーの部屋という、思考実験を紹介するよ。スーパー科学者メアリーという名前で呼ばれたりもするけど、反論も多い議論だよね。この動画では、ジャクソンがこの思考実験で擁護しようとした、クオリアの随伴現象説や、主な反論についても、知識ゼロからわかるように解説していくから、最後まで楽しく見ていってね。メアリーの部屋は、こんな思考実験だよ。あるところに、白黒の部屋で生まれ育ったメアリーという女性がいた。彼女は、生まれてから、一度もこの部屋の外に出たことがない。つまり、メアリーは生まれてから今まで、色というものを一度も実際に見たことがなかった。しかし、メアリーは様々な本を読んで勉強し、白黒のテレビを通して、世界についての様々な事柄を学んでいった。その結果、メアリーは視覚の神経生理学について、一流の専門知識を持つまでになった。例えば、色を見るとは、特定の波長の光の集合が網膜を刺激することであるといった知識に始まり、光の特性や眼球の構造、網膜の仕組み、視神経や視覚野のつながりなどの全ての神経生理学的知識を持っている。また、どういう時に人が赤いという言葉を使うのか、どういう時に青いという言葉を使うのか、その使い方も理解している。つまり、メアリーは、視覚に関する全ての物理的事実を知っていた。さて、ある日彼女が白黒の部屋から解放され、外の世界を見たらどうなるだろうか？生まれて初めて、色のある世界を見たメアリーは何か新しい知識を得るだろうか？もし、メアリーが新しい事実を知るとしたら、定義により、それは物理的事実ではない。その場合、私たちの色の認識は全て、物理的な事実として説明できると考える物理主義は間違っている。さて、皆さんはメアリーは何か新しい知識を得て感動や驚きを感じると思いますか？それとも、新たな知識は何もなく全て知っていたわというと思いますか？マリサはどう思った？驚きそうな気もするけど、メアリーは視覚に関しては全てを知っているんだよね。神様みたいな存在と考えていいのかな？ジャクソンの定義によると、視覚に関する全ての物理的事実を知っている。それは、まだ現在の神経科学者が明らかにしていないような事実も含んだ、完全なものなんだ。それを考えると、メアリーが新たに得る知識はないような気もしてくるね。ジャクソンは、メアリーは色のある世界を見て、初めて知ることがあると考えている。その箇所を引用するね。メアリーが世界や世界を見るという経験について新しいことを学ぶのは紛れもなく明らかであると思われる。そうであれば、彼女の以前の知識は不完全だったと言わざるを得ない。しかし、メアリーは全ての物理的事実を知っていたのである。それゆえ、全ての物理的事実で事足りることはなく、物理主義は誤っているのである。ジャクソンの議論は、知識に訴えて、物理主義の矛盾を導こうという点で、知識論法と呼ばれたりする。ここで注意しなければいけないのは、ジャクソンが批判するのは、この世界は心も含めて、全て物質であるという存在論的主張を伴う唯物論ではなくて、この世界は、心も含めて、全て物理的事実として説明できるという認識論的な主張である。物理主義という立場なんだ。つまり、全ては、物理的事実として説明できるという物理主義に反論するには、物理的事実としては説明できない知識が存在するという主張が必要だったんだ。そして、ジャクソンは、メアリーが学んだ新しいこととは、物理主義では説明できない、随伴現象的クオリアであると主張するんだ。随伴現象的クオリア。難しそうな言葉だね。順番に説明するね。まず、クオリアとは感覚質とも訳されるけど、この赤い丸や青い丸を見た時に、私たちが感じるものだ。二つの丸が持つ赤い感じや青い感じといった私たちの意識体験に伴う特有の質を意味しているんだ。クオリアについては、以前紹介したトマス・ネーゲルのコウモリであるとはどのようなことかの動画でも詳しく紹介したので、興味がある人はぜひ、後で見てみてね。ネーゲルの論文が、1979年に発表されたのを踏まえて、今回のジャクソンの論文が1982年に書かれているから、ジャクソンの議論は、ネーゲルの一つの発展系として捉えることもできるね。ジャクソンは、このクオリアこそ、メアリーが白黒の部屋を出て、初めて知った知識だと主張しているんだ。つまり、白黒の部屋の中で、メアリーはすでにトマトとは何であるかや、それが赤い色をしているという、知識は持っていたが、部屋の外に出て、初めてトマトの赤い感じというクオリアを知ったんだ。なるほどね。トマトは赤いというのは知っていたけど、それがどんな感じかを初めて知ったんだね。次に、ジャクソンが支持する随伴現象説という立場について説明していこう。随伴現象説とは、心は、物理的現象とは異なる性質、クオリアなどを持つと考える、性質二元論の一つの立場だよ。
随伴現象説はよく、工場の稼働と煙突から出る煙の関係に例えられたりする。工場の稼働、つまり、脳の物理的な過程が止まれば、煙つまり、意識体験、クオリアも止まるという関係がそこにはある。意識体験は、あくまでも脳の物理的な過程に依存しているけれど、その性質が異なるから物理的な説明では説明できないという立場なんだ。これは、因果的閉鎖性つまり、物理世界は物理世界だけで因果的に閉じているという、物理学の立場と両立できるという意味で、物理学と相性が良い立場なんだ。なるほど、あくまでも存在するのは物質なんだけど、物理的な性質の上に、クオリアのような心的な性質が現れているんだね。性質二元論には、随伴現象説以外にも、相互作用説や並行説がある。相互作用説は、心的な性質が、物理的な性質と相互に因果関係を持つという立場で、私たちが腕を動かそうとすると、腕が動いたり、怪我をすると、痛みを感じるなど、私たちの直感的な心と身体の関係の理解に近いんだ。ただし、二つの異なる性質がどうやって因果関係を持つのかを説明しづらいという欠点を抱えている。物理的世界は因果的に閉じているとすると、そこに心が作用するのは難しそうだもんね。一方、並行説という立場は、随伴現象説に似ているけど、心的性質は、物理的性質とは別個にただ、並行して存在していると考える。この立場だと、相互の因果関係を考えなくてよくなるから、私たちの肉体とは独立した魂や死後の生なんかが可能な気がするけど、そもそも私たちの心がどういった物理的な基盤の上に成立しているのかが説明できないという、問題を抱えているんだ。歴史的には、スピノザなどが、この並行説の立場をとっていた。三つの立場がそれぞれ、利点、欠点を抱えているんだね。じゃあ今の説明をもとに、ジャクソンが主張する随伴現象的クオリアについて解説していくね。まず、私たちの意識には、物理的事実としては説明できない意識の内的な質、クオリアが存在する。しかし、このクオリアは脳や神経系と無関係のものではなく、脳や神経系の物理的な過程に依存して存在している。つまり、クオリアは、物理過程の随伴現象である。そして、この2番目の性質からは、次のことが言える。随伴現象的クオリアは、因果的、つまり機能的な力を持たない。因果的な力を持たない？さっきの工場と煙の例で言うと、工場が動いているかどうかは、煙に影響を与える。つまり因果的な力を持つ。だけど、逆に煙が工場の稼働に影響を与えることはないよね？そうか。煙がいきなり生じて、それが原因で工場が動き出すということはありえないもんね。随伴現象説では、クオリアは煙と同じく、物理的過程に影響を与えることができない。それが、随伴現象的クオリアが、因果的な力を持たないということの意味なんだ。そして、この点に対して、ダニエル・デネットは反論を提出している。随伴現象的クオリアは、因果的機能的な力を持たないとすれば、メアリーがクオリアを経験して、わー、と驚いたり、クオリアの経験によって、新たな知識が得られるのはおかしい。これは、クオリアが驚きや、知識の形成という因果的な力を持っているということだから、ジャクソンの主張とは矛盾してしまう。さらに言うと、随伴現象的クオリアは私たちの日常的な経験とも一致しないんだ。例えば、服屋で服を買うときを考えてみてほしい。私たちは、服の色だったり、デザインが持つ印象のように、心に立ち現れてくるクオリアをもとに、何かを選択したり、しなかったりする。そうだね。クオリアが持つ質的な要素は、私たちの選択に影響するかも。随伴現象的クオリアは、こういう私たちの自然な直感に反するんだ。でネットのこの反論から、ジャクソンは後に、随伴現象説を否定し、表象主義を主張するようになる。表象主義では、クオリアを、思考性を持ち、現実世界に影響を与えるものとして考える。思考性というのは、私たちの心が、外部の対象を思い浮かべたり、何かに特定の意味を見出す働きなんだけど、服選びの例で言えば、自分の理想の服というのを思い浮かべつつ、自分に似合う服、似合わない服というのを判断するというイメージだね。表象主義ではクオリアは、ちゃんと因果的な働きを持つものとして捉えられているんだ。同じクオリアでも色々な捉え方があるんだね。クオリアを扱った思考実験はたくさんあるんだけど、似たような実験でも、哲学者によって、クオリアの存在を認めたり、認めなかったり、クオリアを科学的に説明できると考えるか、科学的に説明はできないと考えるかで、結構違ったりするんだ。それによって思考実験の実際の意味合いも違ったりする。だから、その哲学者が、どういう意図で、その思考実験を導入したかを理解するのが大事なんだ。そういった哲学者ごとの意図の違いを、この動画シリーズでは、しっかりと解説できればと思っているよ。次に、同じくデネットによる、より本質的な反論を解説するね。
でネットは、唯物論的立場に立って、心をすべて、科学的に説明しようという立場なんだ。ちなみに、クオリアを含め、心をすべて科学的に説明しようとする流れを、心の自然化と言ったりもする。でネットは唯物論の立場に立って、メアリーが色についての物理的事実をすべて知っていたのであれば、メアリーは部屋の外に出て、新しい知識クオリアを得ることはないだろうと主張する。なぜなら、クオリアは物理的事実、生理学的事実に含まれているはずだからだ。そして、故に、メアリーの持つ物理的事実の知識は不完全だったと結論付けるんだ。でネットの反論を少し延長して考えると、メアリーが視覚に関する完全な物理的事実を知っていたとすれば、白黒の部屋の中で、その知識を使って、例えば VR ゴーグルのようなものを開発して、色を人工的に作り出せる可能性も高いよね。メアリーの知識が完全なら、それも可能な気がするよね。そして、このデネットの議論は、ジャクソンの知識論法自体への反論にもなっていると思う。つまり、ジャクソンの知識論法は、主張する側が、世界を物理的事実と心的事実から説明できると考える二元論の立場を取るか、世界は物理的事実のみで説明できるという唯物論の立場を取るかで、真逆の結論を導くことができる。だから、そもそも知識論法は、議論の仕方として有効ではないという反論だね。なるほど、ジャクソンの議論は暗黙のうちに、物理的事実以外のものが存在するという立場で、議論を組み立てているからうまくいかないんだね。そして、少し方向性が違う反論として、ポール・チャーチランドによる、脳の視覚やの神経科学的事実に基づく反論がある。生まれてから、一度も色を認識したことのない、メアリーは、V4 やの二色覚を処理する神経回路が形成されていない。この神経回路は、幼児期の脳形成の初期の段階に色覚を体験していないと形成されないらしい。故に、たとえ大人になってから、部屋の外に出たとしても、そもそも外の色を認識することができないという反論だよ。クオリア以前に、色が認識できないのか。チャーチランドは、私たちが、普段使っている、何々と思う。何々と信じる。といった心的な表現。これを素朴心理学と呼ぶんだけど、この素朴心理学は、神経科学的研究の無知に基づくものであり、神経科学的研究が進めば、科学史の中でその存在が否定されたエーテルや正気といった概念と同様に、私たちが心の働きに帰属しているものは消去されるという、消去主義的唯物論に立って、議論を展開している哲学者なんだ。つまり、消去主義的唯物論では何々と思う。という表現は、実際には何らかの神経の働きに過ぎないと考えるんだ。心そのものの消去を目指すという意味で、唯物論の中では一番、徹底した立場だと言えるだろうね。そうすると、未来人は、今、何々神経が活性化しているみたいな形で話すの？コミュニケーションが大変そうだね。もちろん、チャーチランドもそこまでは主張していなくて、素朴心理学は、言語表現やコミュニケーション手段としては残っていくけど、実際に存在しているのは神経科学的に説明される物理過程に過ぎないという立場だね。このように、ジャクソンがメアリーの部屋の思考実験で展開した知識論法や随伴現象的クオリアのアイデアは、多くの反論を受けて、かなり分が悪そうなんだ。ただ、こういった議論を通して、初めてクオリアはどういった働きをしていて、それをどう説明するのが適切か、ということや、科学的に心を説明するとはどういうことか、という問いが前に進んできたことは確かなんだ。そういう意味で、思考実験を導入することは、私たちの知的な活動を促進する上で大切なことなんだと思う。また議論が進んで、メアリーの部屋の意味が再び注目される可能性もあるしね。もちろんそういう部分もあると思う。実際、機能主義にとって変わられた、行動主義による心の理解が、近年再び復活している分野もある。最後に、フランク・キャメロン・ジャクソンについて、簡単に紹介するね。ジャクソンは、1943年生まれのオーストラリアの哲学者で、心の哲学、認識論、形而上学、メタ倫理学などの立場で活躍している。かつては、プリンストン大学、ラトローブ大学、オーストラリア国立大学の3つの大学に、教授として所属していた。その後、2014年の定年退職を機に名誉教授に就任している。国をまたいで活躍しているんだね。すごいよね。今回紹介したメアリーの部屋に関する論文、随伴現象的クオリア、メアリーが知らなかったことは、ダニエル・デネット、デイビド・ルイス、ポール・チャーチランドらによる応答論文を含めて収録した、論文集メアリーに首ったけとして、MIT 出版から出版されている。キャメロン・ディアスが出てくるあのラブコメディに寄せていったんだね。確かにね。タイトルにユーモアはあるけど、一冊で代表的な全ての論文が読めるのはお得だよね。特に、現在の心の哲学を代表する各立場の哲学者が、それぞれの立場から反論を展開しているから、心の哲学を少し深く知りたい人にもおすすめです。
今回も、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画へのご意見や、今後扱ってほしい話題なども、ぜひコメントお願いします。このチャンネルでは、今後も思考実験や、哲学や心理学、学習関連の動画を上げていく予定です。高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは、皆さん、お元気で。またねー。